こんにちは、和也です。ちょっとね、最近妻のね友達の家行った時に、最近やっぱコロナっていうところもあるし、基本はね普通そのね相手先のとこ行ったら丁寧に洗わせてもらうんですけど、ちょっとその時にね自動のハンドソープのね自動のこのディスペンサーっていうんですかね、あれがあって、なんかすごいその時にいいなって思ったのと同時に、やっぱり自分の家にお客さんが来た時になんか自分たちがいつも使ってるハンドソープのねこの押すやつ、あれをなんかやっぱ使うのってちょっと衛生的になんかどうなんだろうってちょっと思って、自動のねハンドソープの自動ディスペンサーちょっとね買ってみたので、ちょっとね紹介していけたらなって思ってます。今回ね買った時の自分としてのねポイントとしては、一つはねやっぱおしゃれなやつがいいかなっていうところで、2つ目はこういうのって電池式と多分充電式があると思うんですけど、一応ね充電式がいいなと思って充電式のやつを選びました。で3つ目は価格はね1と2が伴っていれば、めちゃくちゃね高くなければいいかなっていうので、3000円前後かなって、いろんなやつ見てもそのぐらいなんで、中にはね6000円とか1万円とかするようなものってあったんですけど、ちょっとそこまでのものが必要かと言われるとって感じだったんで、だいたい3000円ぐらいを目安に選んでみました。でね、実際に買ったのはこれね、どうですか？結構おしゃれじゃないですか。ここにね上にタッチ式のねセンサーがついてて、ここにねセンサーがあるんで、ここからね下大体なんかねここの、ちょっと絵だと分かりにくいかもしれないですけど、ここはねゴールドの鏡面みたくなってるんですけど、大体ねここら辺にこう手をかざすと出るようになってる。結構ねこのブルーな感じ、ブルーとこのね上もここはゴールドになってて、結構ねおしゃれな感じなんですよね。で意外にこういうのってなくて、なんかこういうハンドソープのこの自動ディスペンサーってなんか外とかでもあったりするんですけど、なんかこう白いのが多くないですかね。なんか意外にみんなね似たり寄ったりで、おしゃれじゃないっつうか、そこにねおしゃれを求めるのかっていうのもあるかもしれないんですけど、なんかね全然できてないけど、目指すのはこうなんかねホテルの生活感がない感じ、ああいうね水回りとかもそういう感じがいいなと思って、あんまりなんかねこう商品名が入ってるボトルとかなんかそのまま使うのってちょっとなんか嫌だなっていうので、これもね、ちょっとただのね白いやつよりかはちょっとなんかねちょっとおしゃれな感じのやつにしてみました。一応ね2つ目のバッテリーのところは、乾電池ってね結構こういうのってなんかね4本入れたり、単3電池4本入れたりとか結構ね電池使うんですよね。でもうねうちだけの問題なんですけど、もうね子供のプラレールとかめちゃくちゃあって、もうね電池がもうあっという間になくなってく、もう電池だらけなんで、もう正直ね捨てんのもねどんどん溜まっていくし、ちょっともうねそういうのもあって電池嫌だなって思ってバッテリーにしました。だから別にねここはねバッテリーだろうが電池だろうがどっちでもそんなに利便性とかは変わんないんじゃないかなって感じですね。で一応ねこの買ったやつは充電式なんですけど、ここのね後ろ側にジャックがね USB のジャックついてて、これねなんとタイプ C なんですよね。結構珍しい、こういう安い、これね確か3000ぐらい、もうちょっとしたかな、でもそんぐらいだったんですけど、これでねタイプ C がついてて結構いいなって感じ。他のねなんか端末とかもタイプ C だから、非常にありがたいタイプ C、でタイプ C でね充電できるんですごいいいかなっていう感じでね、一応フル充電するのに一応 1.5 時間かかる。そこからなんか一応このね泡の量がね3段階に一応調整できるんですけど、その泡のね量によって使える回数っていうのが変わってくるような感じ
でまあ1からね3段まであって1が一番少なくて、まあ、3が一番多いで一番少ない状態でやるとまあ9000回って言われてます。でまあ真ん中の量が一応7500回で一番量が多いのでまあ6000回って言っているんで、そう言われても正直想像がつかないんで、まあ結構持つとは思うんですよね。あとはまあ待機時間とかね、そういうのにも寄ってくるから、まあちょっとわかんないけど、そこら辺のね充電がどんぐらい持つかは、でもそんなにすぐなくなるようなものではないんじゃないかなって思います。でこいつのね構造と、あとねもう一点残量がね分かるっていう風に書いてあったんですけど、なんかねどっかにこういう風にスリットが入ってるわけじゃなくて、この一番下、まあここがね透明なボトルがついてて、まあここのねここで残量が分かるようになってる。なので、まあ、意外に少なくなってからじゃないとまあ分からない。なのでまあもうちょっとねちょっとまあ手前につけるとデザイン的なのもあるから、裏とかにねこうスリットみたいなのが入ってると、まあそこでねどのぐらい消費してるのかっていうのが分かるんで、まあそうなってるとすごいもっとねいいんじゃないのかなって思いました。まあでも大体そのぐらいですかね、外観的には。でね一応構造的にはねこいつがまあ少し回すと取れるようになってる。でここに一応こんな感じでボトルがまあ入るようになってるんですよね、このハンドウォッシュの。まあ一応なんか泡タイプのやつと液体の普通のやつ、まあ液体の普通のやつはなんか水とね割らなきゃいけないみたいなんですけど、まあ泡のやつはそのままここに入れればね使える。まあこいつね緩めてここにね液入れて締めて、まあこのカバーね一応位置があるんですけど、まあそこね合わせてここにねセットする。まあこんだけなんで非常に簡単。まあ多分そんなにね他のタイプのも多分そうだと思うんですけど、で1個特徴なのはねこの一番上ここをねここを開けるとこんな風になってて、なんかここに香りのアロマを入れると、まあ、ちょっとね香りがするみたいな、そういう機能というかねそういうのもついてました。まあ使わないかもしんないけどまあちょっと早速これ置いて使ってみたいと思います。まあこんな感じ、結構いい感じですよね。なんかおしゃれ。なんかねうちここの天板というかここが黒かったから、まあ白いのでも良かったかもしんないんですけど、なんかねこういうダークっぽい色の方が合うかなと思ってちょっと落ち着いたねこういうのにしてみました。そんなに浮いてはないかな。結構いいんじゃないかなって思います。で一応こいつの使い方っつうかそういうのはまあすごい簡単で、ここはねタッチ式になってて、ここをねこんな長押しするとこんな感じで白で今動いている。でこれで1段階2段階3段階っていう感じで、まあ量をね変えられるようになってます。一応真ん中に今してます。こんな感じで、一応ね作動音としてはこんな感じ。まあそんなにうるさくない。なんかこれねすごい音が小さいっていう風にも書いてあったんでうるさくないし、こう手をね当てたらすぐ出てくる。量がねもうちょっと少なくてもいいかな。まああんまり無駄遣いになっちゃうからこのぐらいにしときますけど、でもねまあこんな感じでねすごい早くね出てくるし非常にいいんじゃないかなって思います。まあねこいつのね難点じゃないけど、ちょっと拭きたい時とかでもこのねセンサーに触れちゃうと出てきちゃうので、まあね一回一回ここでね止めて拭いてみたいな、ちょっとなんかここら辺についちゃったりして撮りたいなとかってなってもこう触ろうとすると出てきちゃうんで、まあそこだけ、注意すればまあ大丈夫かなって感じ。でもこれね意外にこう分解ができなくて、まあ、こういう先端のとことか、あんま洗えない。まあ一応これね防水なんですけど、まあジャバジャバ洗っちゃうとちょっとさすがにダメだと思うんで、
この先端はまあちょっとね、電源消した時にちょっと拭くとかした方がいいかもしれない。まあここね、手で触るところじゃないんであんまり汚くはなんないと思いますけど、まあちょっとね、分解して洗えるような感じではないんで、もしかするとね、他のやつはそういうね、分解して、全部きれいにできるタイプのやつもあるかもしれないので、そういうね、衛生面的にすごいね、気になるような方は、そういうの買った方がいいかもしれないですね。これはちょっとね、そういう風にはできないので、ただね、デザイン的には、すごいおしゃれでかっこいいので、すごいおすすめです。なんかね、こういうハンドソープのね、自動ディスペンサー購入しようとしている方のね、ちょっとでも参考になれば嬉しいです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。